アキバンスさんやってきました。アキバンスといえば鈴木くん、よろしくお願いします。お願いします。鈴木です。よろしくお願いします。はい。こちら来てみてどうですか？久しぶりなんでね、もうだいぶ街並みも変わって、ここもねこんなに大きく変わってる。はい、びっくりしております。なるほど。まずは既存商品、定番のフレッチだったり、ね、ラッド、ジャーです。タオ3ですよね。パルスマスター、アドバンストデバイスシリーズという名の、こういったキャパシタールですね。はい。これに関連して、こういったものを付けやすくするもの、デバイスステーション。デバイスステーション。何のためにあるかといったら、アンプに直接端子にこのたくさんのものを取り付けるというのは非常に難しくて、こういった感じでつけてもらって、こちらをアンプにつけてもらって、こういうのをつけると本当に難しいですよね。ハンダ付けでいっぱいついちゃうんで、鈴木くんの指使いじゃないとあれはつけれん。鈴木くん本当上手だもんね、あれ。ありがとうございます。ね、さすが繊細なタッチ鈴木。もういいです。これが新商品というかですね。この辺りすべて最近出た商品ですよね。これとかね。そうですね。これ結構お客さんつけてるよ。ラジエーションコネクターという名前をつけてるんですけど、コネクターの形状としてこちらの端子とここがかなり密着するような設計にしてまして、その密着することによってコネクターのところがどうしても電流を流すと発熱してしまうんで、その発熱をここのアルミのラジエーショングリップという名前をつけてます。でそこから放熱すると。大体ね、調子悪いってやつはね、接触不良なんですよ。そうなんです。コネクターの不良が原因でアンプだったりモーターが壊れる方が非常に多いので、こちらです。今月発表させていただいたアジャイル、これのタイトルエディションと LV42 が入ってるんですよね。はい。数量限定で即日、生産数が完売という。鈴木サンタがやってくるぐらいですよね。社長。だいぶ慣れちゃって反応が薄くなってきたんですよ。ありがとうございます。ではメインイベント行きましょうか。はい。マーベラという380モーター。380と聞くと、非力だったりちょっと物足りないなという方がおそらくほとんどかと思うんですけども、これはですね、そういった元々の380のイメージとは全く違うものになっております。一番のポイントは KV 値ですね。こんなパワー出るんだ。KV 値だけでいうともうフレッジだったりアジャイルだったり、正直それより上というぐらいの数字になってます。これだけでもかなり驚かれると思うんですけど、380サイズっていうのはどうしても真角っていうのをですね、固定になってしまうことが多いんですけど、こちらは構造を工夫しまして、真角を変えることができるように。真角変えれるんだ。真角が15度から45度まで変えられますんで、ここのネジを緩めていただいて、ここをこう回すという感じで、そうですよね。本当に簡単に特性変えられますので、これが本来の540サイズ。そうですね。これはフレッジで、これが同じ色で、これはちっちゃい違いがありますんで、これは全然違うね。やはり380になったっていうところなので、540よりも軽いっていうのが大きい特徴、ポイントになりまして、92g でアジャイルだったりフリッジはもう170を超えるようなですよね。その軽さがもたらすメリットというのがまた大きくてです、軽いことで車全体のウェイトバランス、グッと握った時の反動トルク、そういったところが抑えられる、そういったところを求められる方もいるかもしれないんですけど、そういったところが抑えられることで車全体のバランスとして非常に扱いやすくなるという、結果的にテストではそういった声が非常に多くて、総じて高評価といいますか、軽さとこの出力の高さがマッチして380のイメージを全く覆すような商品になっていると思います。ちょっと質問があるんですけども、このコネクターの部分、これっては最初からこうやってついてるの？これもフレッジで初めて採用したものなんですけど、エレクトパワーターミナルというシステムで、これがこの中のコイルのついているプレートと直接つながってまして、ここで端子が出ているタイプ、端子というか
端子をハンダ付けですよねするタイプですと、そこでどうしてもロスが出てしまうので、今回これはもう直接こう、コネクタをつけられるように。このコネクタって普通のサイズのコネクタが刺さるの？これはですね、 1.0 3ミリの、あれ通常いくつだったっけ？通常こちら 3.5 ミリなんですけど、はいこちらは3ミリのコネクタになってます。コネクタっていうのはですね、小さくなって、径も、小さくなると木差しをするときに、看護ロックの状態、ロックが弱いと、走行中の振動で簡単に抜けてしまうので、小さくなるとコネクタが、なのでこの、マーベラに関してはかなりタイトに設計してまして、抜き差しがあえて硬くなるようになるほど。してますので、初めてやられる方はちょっと硬いなと思われる方もおると思うんですけども、そういう理由でやってますので。最初は硬いですよね。もう必ず言うやろなと思って待ってましたよ。一生懸命説明してるのにもうそのワードだけで何言うかもう横から見ててもよう分かりましたただね外周が小さいのでね、その分やっぱりしっかりとつけとかないとトラブルの原因になりますので、その辺も含めてきっちりと作り込んでます。これはですね、ちょっとここにはないんですけども、追っかけで発売を予定しております、トルク型のローターを一つ出そうと思ってまして、それのローターを交換する時の、ツールになります。なるほど。使い方簡単に説明しますと、こっちのネジをですね、緩めていただいて、こっち外れるんですけど、ここを外す時に、ステーターが上のジャケットと外れにくいので、ここをこう差し込んでいただいて、ローターを交換する時通常ローターだけ変えますでしょ。これステーターごとバーンと外してでローターを交換するという全く新しい構造。本当新しい構造ですよね。全く新しい。で要はちょっと先ほど説明させていただいたように軽いということ自体は走らせるにはすごくメリットが多い。例えば最低重量がこういうレースの上でレギュレーションに決まってても軽くできれば自分でバランス取っていけるので軽いモーター作りたいな。ところが380ちょっと響きだ。なのでうちのアジャイルとかフレッチと並走できる380ができないかっていうのがもともとのスタイル。コンセプトっていう。そうです。で結果的にはそれを超えるに近いご評価を今いただいてるので、あとは、もしこれを使われる方が増えてくるとこれに合わせていろいろ車もいろんなパーツ出されてこられると思うんでね、新しい遊びの仕方としてはありなんだろう。まだこれからなりますが各種レギュレーションもこれも使っていただけるようにということで私の方でもまた動いていこうと思っております。で今のところテストしていただいてる段階ではもう完全にシークレットでやってるんでお客様の上まで走ってるんです、全然違和感なく一緒に走れてるみたいな。ちょっとテストしていただいてる方はね皆さん慎重にもうやっていただきましたんでね、よかったですけど今のところはあとこれからお客さんに使っていただいてねどういうご評価になるかっていうのはこれからなるかと。わかりました。はいもう一個質問なんですけども、このリボンみたいなやつはこれ鈴木君の奥さんにあげるリボンですか？これがですね、皆さんお持ちのシャーシは540サイズのモーターを乗せるマウントになっていると思いますので、そのサイズのモーターマウントに380サイズのモーター、どうしてもモーターマウントのここの位置が感覚が違うので、それをアダプターといいますか、こういう感じでつけてこの状態でシャーシにつけていただく、こういったパーツも同時発売で。わかりました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。